漫画じゃんみたいな。外から見た自分の評価、バカなことしたな。メールが届きまして、はい、こんにちは、内田です。前回初めて出版社に持ち込んだ漫画の紹介をしまして、たくさんの方に見ていただいてとても嬉しいです。ありがとうございます。で、今回は2作目を書くまでの間の話をしたいと思います。で、初めて持ち込んで投稿した漫画は、落選になってしまったんですけども、せっかく書いた、作品なので、この漫画をどうにかしてこう世に出そうじゃないんですけど、こう自費出版をしてイベントで売ろうと思いまして、1作目をなんとこのようにオフセットすごいですね、オフセット印刷までしてなんと本にしました。これが1作目の、前回紹介した初投稿作品の漫画です。中身はこんな感じですね。やっぱ印刷してこう写色っていうんですか、こうセリフを内文字にするともう急にそれっぽくなるなって思いましたね。もちろんアナログ原稿だったのでスキャニングして、で、文字のところを内文字でフォトショかなんかでこういう感じでね、こうフォントも変えてみたりして、普通の原稿ってやっぱセリフは手書きじゃないですか、持ち込みの状態だと。でもやっぱこう写色で内文字になると急に漫画じゃんみたいな感じになった思い出があります。で、イベントに参加して本を売ろうと思ったんですけども、初めて、創作オンリーというコミティアに、出展しました。その東京でやってるそのコミティアっていうのがその創作オンリーの一番大きいイベントで、そのコミティアはなんと出張編集部というものがあります。コミティアに行けばそのわざわざの講談社、集英社、小学館とか白泉社とか回らなくても、そのコミティアだけでそのいろんな雑誌に持ち込みができるっていう、とても漫画家志望さんは多分、知ってるか行ったことがあると思います。というそのコミティアに多分初めてかな、当時まだ静岡にいた時だったので、多分初めてコミティアに出ようと思ってコミティアに、申し込みをしてこの本を売ろうと思って行きました。これを作ったのがもうそうですね、例の10年前なので、やっぱ値段が高くて、これがそのオンデマンドではなくてオフセット印刷で、表紙フルカラーで、しかも PP クリア加工っていうものが ありまして、このオフセット印刷っていうのが部数を刷らないといけないので、こちらをなんと100部刷りました今思うとバカなことしたなって思うんですけど、100部からじゃないと受け付けてないんですよね。オンデマンドだったら勝負数からいけるんですけど、なんで当時の私はこれオフセットにしたのか覚えてないんですけど、100部ね、まだ在庫あるんですよまだうちの上京してこっちに全部在庫持ってきてるので、今日ね押し入れから出したんですけど在庫まだ残っています。バカな私は100部吸ってしまいました。で、結構ね、そのお隣さんがお友達と2人でやっぱ出店してる方が多くて、そうなるとそのお隣さんは友達と喋ってるから、私本当に喋れなくて、一応朝ご挨拶はするんですよ、よろしくお願いしますみたいな。でもその後両サイドがこう2人組だともうポツンみたいなポツンだし人も来ないし、とりあえずスケブ頼まれてないけどスケブ書いてみようかなとか、そこで多分なんか次の作品の、ネームを書いたりとか、そんな感じでちょっと過ごしていました。で、おそらく出張編集部でも特に収穫はなかったと思います記憶、出張編集部であんまりなんかあった記憶が私はないので、その時も、持ってた作品がねこの作品しかなかったので、特にないままで、とりあえずその何冊持ち込んだかわかんないんですけど、その持ってた新刊というか本も、2、3冊売れて、こんな感じかみたいな。やっぱ上手い人もすごいいるし、
その創作二次創作だとそのキャラクターの人気とかそのジャンルの人気とかで売れ方が変わるんですけど、創作ってもはやその人の力しかないじゃないですか。その人の絵柄とかその人の世界観ストーリーとかがもう勝負なので、もう自分勝負なんですよだから初めてなんかこう戦場っていうんですかとか、その外から見た自分の評価が初めて分かったイベント。今まではその漫画編集部から見た私の評価はあったけど持ち込み行ってて、でもそのイベントに出ると今度顧客っていうんですかそういう方々のリアクションっていうのがダイレクトに分かるので、イベント参加は本当に勉強になりますけど、メンタルも結構鍛えられますきつい本当にきつい。出続けてたけどきつい。なんでお隣さんのサークルはこんなに売れるのになんで私こんなに頑張ったのに売れないんだろうみたいなのはそんなの常にある。いや辛かったですね。自分のとこには誰も来なくてなんか一人で下向いてスケブ書いてるみたいなことをやってましたね。ちょっと泣きそうこの十何年やっててもやっぱり一冊も売れなかったらどうしようとか、その何も売れなかったらどうしようとかっていうのはもう何年経ってもありますね。でこうして初コミティア体験をして私は90冊以上のおそらく在庫を抱えることにはなるんですけども、その後メールが届きまして、なんとウルトラジャンプの編集さんから突然メールが来ました。でメールを読んでいくとそのコミティアで私の漫画を買っていたらしいんですよ。そうだから買った数人の中にウルジャンの編集さんがいて、でその時その編集の方が名刺を切らしていたらしくて、やっぱりそのいろんな方に声かけるから、そうでコミティアさっき言い忘れちゃった。コミティアってその出張編集部もあるんですけど、普通にその編集さんがぐるぐる回ってたりするんですよ。フリーでっていうかこの個人的にこういないかなみたいな感じで結構見ていたりするので、コミティアはめちゃめちゃチャンスがあります。そういう意味で編集さんが自分からこう探しいい人いないかなみたいなとか、自分の好みの人いないかなみたいな、絵がねいないかなって見てたりするのでチャンスは本当にめちゃくちゃあります。本を買いましたっていうメールが来て、でよかったら一度その打ち合わせをさせてもらいたいみたいな。でそれでその編集さんとの出会いで私はなんとデビューを果たすことに、なります。もしコミティアに行ったことない方はぜひね、コミティア参加してみてはいかがでしょうか別になんかあれとか全然関係者とかじゃないんですけどねそんな感じで、初自費出版で90冊以上の在庫を、抱えた話じゃないですね。担当さんと出会ったという話でした。で、次回はその担当さんと2作目ですね。2作目を作っていく話とか紹介をしていきたいと思いますので、引き続き良ければチャンネル登録などしていただけると励みになります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。